皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もフェニックスウィングランダムブースターのパーツを好きに使ってバトルやっていきたいと思います。今回対戦するのはチョメマルと野水わかるです。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ早速やっていきましょう。じゃあまずシュートポジションを決めるじゃんけんをやっていきます。最初はグー、じゃんけんぽい。右でお互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ワイバーンゲール 560F ナイトランス 960HT。 ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシューさあどうだろう。さあシュート自体はいい感じにシュートしているお互い。ただ回転力がワイバーンスピンフィニッシュ、ナイトランスに1ポイント。ナイス。いやーいい感じに当たらないラインをね通ったんだけど、まあこれはテーパーとフラットの差が出たかなって感じだね。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。フェニックスウィング 960O ワイバンゲール 380S。 セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシューよーし。オーバーフィニッシュ、ワイバーンゲールに2ポイント。やったぜ。いやーちょっと狙いすぎたかな。あとこっちがうまく運べたかな。ちょっとね斜めにしてねシュートして序盤当たりにいけるかなと思ったんだけど、なんかよくわかんないことになっちゃった。逆にこっちが飛ばしてたもん。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。トランスフォード 360GF コバルトドレイク 580R。 サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシューエクストリームフィニッシュ、コバルト・ドレイクに3ポイント。ということで 3on3 バトルの勝者はチョメマル。やったぜ。いやーたった1億なかったな。やっぱこのカスタマイズだね。なんか勝率めっちゃいいんだよな。ね。はい、っていうわけで 3on3 バトルやっていきましたが、いかがだったでしょうか。いやーちょっとね今回は何もできんかったなーっていう感じがしたね。2戦目と3戦目は正直あんまり何にも成果は得られなかったかなっていう感じかな。ちょっとね2戦目は序盤で相手に当たりに行こうかなと思ってて、結構こう相手と当たりやすいような、あえて奥に入れ込んで真ん中に戻るみたいなシュートをしたんだけど、ちょっと傾けすぎたな。まあこっちもねフェニックスウィングだったから、うんまあこの辺にね落としちゃうとやっぱりまずいって思うから、基本チョメマルは右側に立つ時はこの辺に打つようにしてんのよ。でまあ運よく逆走したらいいだろうし、まあ、ここにいればよっぽどオーバーとかエクストリームフィニッシュはされないかなと思ってるから、やってて、まあそれも運よく勝てたのかなって感じかな。これさ、まあ今回のバトルだけで得られた情報ではなくてずっと感じてることなんだけど、フェニックスウィングは多分ね斜めにすると弱い。そうだね、フラットの方がなんかいいかな。フラットっていうかブレードが水平に綺麗に回転してる方が
アタック力も高いし、そのスタジアムにする心配がないから持久力も高く保てるしで、なんかねラッシュにする必要性を感じないかなとは思ったね。多分ねそこはね、コバルト・ドレイクも似てるかもしれない。コバルト系のやつなんかそうなのかな、コバルト・ドレイクもなんかラッシュにすると途端ちょっと勝率が下がる感じがするかな。なんかこの横の方がねよっぽど引っかかりがあるから横で殴ったりとか、あと前の動画で言ったけど下も強いから本当にね横と下で当たりに行って上で当たりに行く必要はないなとは思ったね。そうだね、その形状を見るとそっちの方がいいかもね。ってのは正直感じたかな。だから今回結構ラッシュに打っちゃったから、それ良くないとこ出たかなとは思ったかな。逆にいい情報というかそうね、データが取れたよね。でこっちもねワイバーンゲール使ったんだけど、ちょっとねハイテーパーとフラットの差が全てなのか分かんないけど、やっぱ持久力不足は感じるとこあったね。そうだね。こっちはねその姿勢もうまいこと後半正せたし、でブレとかも少ないから、全然こっちは全然勝てたなと思ってたし、やっぱなんかね細かい一個一個、軽さとかは置いといて、ブレやすいとか、そのラチェットとの噛み合わせが弱いとか、そういう一つ一つの細かい要素がなんかバトルにあんまり良くない方向に影響してるかなっていう風には感じるかな。ただ攻撃の受け流し自体はなんか悪くもないのかなとは思うんだけど、その分弱点がちょっと多いなっていう。そうね、ちょっとね多分これで重かったりとか、バーストしづらかったりとかすると強くなっちゃうんじゃねっていう懸念から、いくつかね弱点を設けてるんだと思うけど、ちょっと設けすぎたかな感はあるかな。そうだね。なんやかんやさ、今スタミナで一番強いのはヘルズサイズっていうバランスタイプのブレードだからさ、そこだけちょっとねなんかヘルズ以外のスタミナの選択肢、チェインが今一応いるけど、あいつもバランスだし、バランスだからね、スタミナタイプがウィザード、バイパー、そしてこのワイバーンと、あんまりそのスタミナとして機能してない感じは正直してしまうんで、なんかもうちょっとねスタミナ好きな人にとってはスタミナがね活躍できるというか、もうちょっとスタミナタイプらしいブレードとかが出てきてくれたらいいんじゃないかなとは思ってしまうところはありますね。あと960なんだけど、第2の360的な感じで捉えてもいいのかな。これね960と360、明確に違うのは、こうゴツゴツしたのがついてて、それが9個あって960って言ってるのと、よく見ると分かるんだけど、このさ刃の部分、ブレードの部分が分厚い、結構出っ張っててしっかり引っかかるのと、こっちはだいぶねちっちゃくなってるからあんまり引っかからない。じゃああれかな、ブレードに当たってバーストするリスクはちょっと少なくなってる。多分こっちの方がバーストしづらいと思うね。あとねこっちの方がやや分厚いというか、ちょっとだけ引っかかるところがあって、こっちはもうそういうのがないみたいな。560とかと同じかな、あれほど分厚くないんだけど、ちょっとなみなみ打ったのがねついてるよっていうのが違いと、あとねこの3個のブレードの位置がこことはやっぱちょっと違う。そうなんだ。例えばこのドランソードのねと360は合わせると刃の位置がね一緒になりますよと。960はこれどの向きでつけても、この向きだともう全然ちょっと手前かな、にあるし、逆にしてもなんかね中途半端な位置にある。なるほどね。からそのぴったり合うようにはなってないから、刃のブレードの位置、ここの位置は若干違うようになってる、っていう違いはあるかな。全く同じではないんだねやっぱ。そうだね、似た形状ではあるけれど全然違うものになってるなとは思うね。でもさっき言った通りバーストしづらいっていうのは正直感じるとこあるから、バーストさせたくないブレードとかと合わせて使うのはありかなと思ったね。なるほどね。それこそヘルズチェインとかそういう持久系のやつと合わせてみるのも面白いかもしれない。でフェニックスがさバーストしづらいっていう印象があるっていうのもこの960の影響もあると思うから、フェニックスの960を別のに変えちゃうとフェニックスがバーストしやすくなっちゃうかもみたいなのはあるかもしれない。そうだね。実際バーストしてるしね一回、今後結構この960をどこに割くかっていうのも対戦環境で重要になってくるのかも。960はね、ありだと思うんだ。強いパーツだと思うね。でもなんやかんやさ、そのフェニックスウィングの方がめちゃめちゃ強いからみたいな話があったけどさ、ちょっと今回使ってないけどギアボールもね使いづらいとはいえ、結構強いパーツの一つにはなりそうだし、
960もね、今回今こうやって話してるけど結構重要なパーツにもなってきそうな感じもするし、そしてフェニックスウィングは言うまでもなくって感じだから、結構環境は変わりそうな感じするね。そうだね。確実に言っていいほどフェニックスウィングはデッキに入るでしょう。ただ今回の俺みたいに絶対勝てるわけでもないから、結構こうだんだんとネタが回っていって、ウィングが流行ったらこいつが流行るよみたいな、ナイトシールドが流行り出しましたとか、チャークエッジが流行り出しましたとか、そういうのもあるかもしれないから、結構これからの対戦環境楽しみだなっていうふうには感じましたね。そうだね。シャークエッジはまだまだやですよ。バースト狙っていけるからね、あいつはね。というわけでフェニックスウィングランダムブースターボリューム2買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。